にちは、うぷ主のクエストドラゴンです。最近ゲーム実況が増えすぎてないかしら？レイムよ。さあ、今回はマイサマーカー、ベータ版ですけど、プレイしてみたいと思います。これって何のゲーム？レースゲームとか？車の組み立てと生活がメインのカーライフシミュレーターゲームだよ。ちょっとだけ遊んでみたんだけどね、ベータ版なのに奥深いよ。で、このぐるぐる回ってる車を組み立てるって感じかしら？そうなるね。で、ここで色の変更ができるらしいよ。でもまあ後で変えられるけど。で、これもともと英語なのに日本語化してあるのね。これは視聴者も見やすいでしょ。で、左上に、モッドを入れてるみたいね。まあモッドって言っても、日本語化に関するモッドだけですから。そしてモッドのベースとなるファイルがアップデートされてたね。このゲームも最近アップデートされたらしいけどね。で、ニューゲームで開始ね。じゃあ免許証をもらいましょうか。顔写真は自分になってます。で、下のパーマネントです。いわば死んだらデータ消去だけど、向こうでいいよね。何言っちゃってんの？それじゃ面白くないでしょ。2個も命なんてないわ。死んだら初めからよ。有効化しときなさい。そんな。まあいいか。動画のためだ。それじゃあモッドをロードして、オープニングからスタートです。これはどういう状況なのかしら？ウィキによると、どうやら主人公は車の中で生まれたらしいよ。それで、生まれた車を19年後に自分で再度組み立てて乗り回す。そんな感じだね。ひょっとしてこれが主人公の視点？まさしくそういうことになります。こんな感じなのかな？人類の誕生って、いや、鳴き声が地味にリアルじゃない？まあこんな感じでゲームがスタートします。車の中で思うとしないでしょ。最初からすごい始まり方してるわね。このゲームの舞台は1995年のフィンランドが舞台になってます。なのでワールドの表記が全部フィンランド語になってます。でも日本語化になっているので視点を合わせると日本語でそのアイテムや場所の意味が出てきます。スオミ、フィンランド、1976年。クエスト、誕生。すごい始まり方よね。やっぱ。そして、車の色はタイトル画面で指定した色で表示されますよ。それじゃあここでムービーは永遠ループなのでエンターキーでタイムスリップしましょうか。めっちゃカメラがズームアウトしていくわね。それにウプ主、これ実況する前に少し遊んだっていうことだけど、かなりやり込んだんじゃない？なんでも知ってそうな顔してるわね。あれ？でもアップデートが入ったわけでしょ？その内訳をまだ見てないんだけど。何が変わったんだろうね。そこはまあ、私が調べてあるから、随時伝えるわよ。それでは参りましょう。でもこのゲーム、チュートリアルも何もないので、初心者の人はウィキ見ないと相当難しいですよ。所持金は、3000円？でもこの世界じゃマルッカって読むのよね。で、スポーン場所が、キッチンじゃない？まず最初にゲームを始めた時は実質からスタートするような感じになったのね。NCS があるんだけど、テクスチャを変えて作ってみたよ。NCS を聞くには自作の車にプレイヤーを導入するのと、タイトル画面でインポートしないと聞けない。この中には私がこれまで動画で使ってきた NCS が収録されてるよ。15曲ね。そして壁には Steam と運営のバルブ株式会社の画像、レイムと私の立ち絵をつけといたよ。そしてちゃんと日本語化されているみたいだね。電話は、また後で使うものね。で、キッチンは？最初はビールケースと冷蔵庫に食料が少数で入ってるよ。怠けるなよ。それからお父さんの古い車を修理しといてくれ。おじさんの青いバンを貸してやる。でもお酒は飲んだらあかんぞ。飽きたら帰ってくるからな。あなたのお母さん、お父さんより。冷蔵庫の中にはこのゲーム内で食べられる食材が1種類につき1個ずつあります。ここは、なんか知らないけど謎の棚があるわね。実況始める前にプレイしてたらねタバコしちゃって自分の部屋だけ丸焦げにしちゃったんだよね。あんたバカなの？でも皆さん、火事になったら一忍者手に負えません。今すぐセーブ&ロードして一瞬で消しましょう。まず火事起こさないでしょ。で、テラスが前のアップデートで追加されてて、シャワーと水道がここで使えて、その奥にサウナがあります。アップデートでサウナをつけっぱにすると、燃えるから取り扱いに気をつけなさいね。じゃあまずは買い出しかな。おじさんのバンを、あれ？ここじゃないっけ？あったよね？バン。あ、ちなみに車のパーツは全部ここのガレージにほぼ出揃ってます。で、ウプ主。今回のアップデートでおじさんが隣の家に出てくるようになったわ。その関係でおじさんのバンと、汚水処理用トラックが開始直後は入手できなくなってるらしいわよ。
おじさんのところに行って鍵を借りることね。ゲーム内時間で1週間ほどすると出てくるっぽいわ。そうなの。さらに鬼畜仕様に。だからチートボックスで番を出してもエンジンがかからないわけか。どうしたのよ、ブツブツなんか言って。いやいや、こっちの話。じゃあガソリン缶だけ持って。どうしよう。あと付近に残ってる乗り物あるかな。焚き火運搬用トラクターなら大丈夫。残ってるわよ。早いとこの赤いバラバラの車のパーツ全部組み合わせて組み立てよう。不便でどうしようもないわ。綺麗にバラバラに置かれているわね。普通ここまで綺麗に置けないわよね。全部このパーツを外に出して、元通りに並べなさいって言われたら無理に等しいわ。まあそんなわけで、ガレージの中はこんな感じですかね。それで、おじさんの番が使えないとなると、やっぱりトラクターに乗り込むしかないのかな。ミニバイク使っても買ったものが乗せられないんじゃ意味ないわよね。トラクターで行こうかな。青番にすれば移動に時間を要さないのに。絶対等倍速で移動している間のシーンは会話が続かないよ。そういう自信がたっぷりある。寝たいし、さっさとしないと日も暮れちゃうから行くわよ。ガソリン缶持って、この島日が暮れちゃうと何にも見えないんだから。街灯すらないし、コンビニって営業時間どのくらいだっけ？朝の10時から夜の8時まで。定休日は日曜日よ。あんな遅いトラクターなんかで閉店までに間に合うかな？どうかしらね。部屋とか紹介してたし。でもまあ、閉店までに間に合えばいいのよ。そうすれば死ぬことはないわ。最悪パブが少しの間だけ開店しているから、大量に食料とタバコを買っといてやり過ごせばどうにかなるわよ。ストレスも溜まると死んじゃうから、タバコは重要だね。いや、でもあんたにタバコ預けて大丈夫かしら。ね、タバコするんじゃないの？そうそう、1週間に時間が経つとポストにパソコン購入のチラシが届くんだよね。買ったんだけど、その設置場所が燃えちゃった自室だったものだから、いらなくて謎の棚の部屋に置いといたっていう記憶があるよ。やっぱこいつバカだわ。じゃあ、行きましょうか。高速度を使って、で、ちなみにこの日本語化されている単語っていうか、言葉ですが、自由に書き換えられるそうです。だから、ステータスバーの部分を疲労から疲れという文字に変えることも可能です。じゃあ行きましょうか。大丈夫かしら、うつ虫の運転。大丈夫、せめてライフシミュレーターゲームぐらいはまともな運転するって、ならいいけど。でもまあ、パーマネントですがかかってるから、いやでもしっかり運転するわよね。大丈夫、大丈夫。そうそう、そんな感じで自分に言い聞かせておけば死んでも志を高く持てるよ。真面目に運転しなさいよ。それじゃあ、会話がそんなに長く続くわけでもないのでここから3倍速でお届けいたします。ねえ、これ今3倍速よね。そうだよ。音が3倍速になってるでしょ？動画が3倍速ってことはこのトラクターのスピードも3倍よね。そうなるね。どうしたの？急に、めっちゃ遅いんだけど。そうだね。このスピードだと、青番の3速ぐらいの速さかな。ちなみに、今のこのトラクターはギアがいくつなの？3速で、レンジがハイだよ。3速で3倍速にすると青番の3速と倍速ほどのスピードってことでしょ？遅いじゃない？これ、ちなみにだけど、レンジっていうのは、のレンジじゃなくて、車のレンジのことです。ローにするとスピードは出ませんが、馬力が出て坂道を登れます。逆にハイにするとスピードが出せますが坂道になると減速する、というものです。うまく使い分けて運転しましょう。トラックとか、このトラクターにはレンジが増えています。さて、踏切だけど、本当に列車が通るから怖いんだよね。ここ、列車の方が圧倒的に強いわよ。一撃よね、人間じゃ。さて、踏切を越えるとその先に見えるのは T 字路になります。ここを左折していきましょう。ちなみに、左上にあるラジオはダイヤルを回してチャンネルを合わせれば使えます。MCS の曲をインポートするときにラジオもインポートするので、そこで自分の好きな曲がラジオからランダムで流れて聴くことができます。ただ今回はインポートしていません。入れてるのが東方の曲だからアウトかなってことで、ほら、よそに運転はダメよ。事故ったらどうするの？私は死にたくないわよ。直線だからめったにそういうことはないでしょ。でもこのトラクター、残念なことにシートベルトがありません。なんでないのよ。でもまあ、日本の農業用トラクターもないのかしら？シートベルト。左上に FPS カウンターを表示させているんだけど、70fps 出てるよ。
でも、車を組み立てると一気に30ぐらいにまで落ちちゃうけどね。さてさて、ブーストアクセルを踏みっぱなしにして最高速度で走っておりますが、なかなか交差点にたどり着きませんね。確か、青バンが使えてた頃はすぐにでも行けたんでしょ？そうだね。トラクターなんて、使うのは仕事の時だけだったから、トラクターを使うような仕事なんてあったかしら？時折ね、あの家にある電話から焚き木を大量に割って持ってこいっていう依頼の仕事が入るんだよね。で、積み込んだ焚き木を運搬するためにこのトラクターを使ってるんだけど、これまでだとそれぐらいしかトラクターの出番はなかったね。あ、それでさっき三人称視点になってたと思いますけど、あんな感じの視点にもできます。危ないけどね。主人公は見えません。無人の乗り物が勝手に動いている奇妙な状態を目にすることができ、そのままスクショを撮って不気味な写真が撮影できますよ。幾主はそういう写真はよく撮るわよね。まあね。さて、あの交差点を右に曲がれば高速道路に行くことができます。高速道路を右に曲がってまっすぐ進んでいけばコンビニに行くことができます。タコメーターおかしかったけど。まあいいわ。というか、高速道路にトラクターなんて普通入らないわよ。大丈夫なのかしら？事故起こさなければいいんだけど。じゃああとはひたすらまっすぐ進むだけなので再び3倍速にしますね。青バンにしてたらもっと速いんでしょうね。毎回倍速にされると思うわ。さてさて、高速道路はコンビニと自分の家を行き来するために必要な道路なんだけど、高速道路っていうぐらいだから対向車両とかはものすごいスピードで走ってるからね。中央分離帯を越えたら命の終わりだよ。そんな視点にしてたら命の終わりが近づくわよ。まあまあ、後ろについている車はおそらく逆走して追い抜いていくから大丈夫でしょ。これ以上スピードが出ないのはこのトラクターの仕様だから仕方がないんだよね。間違っても後ろから追突してくるような凶暴な車両はないと思うよ。だといいんだけどね。でもマイサマーカーのことだし。わからないわよ。霊夢ってここまで怯えるって？私は全然そういうの気にしないんだけどね。あんたは日頃からものすごい運転しているから恐怖感がないのよ。私は違うからね。日頃からって、ひどい運転とは言うけどさ、そこまでじゃないと思うな。せいぜいこのゲームで運転中に現実でスマホいじってクソディスプレイ見たら死んでたってぐらいで。明白じゃない。あ、本当ならあの版の青色に乗るはずだったんだけどね。第2世代のトヨタハイエースがモデルね。で、アップデートであの青版に乗るには鍵を借りなきゃいけないわけでしょ？苦労するようになっちゃったな。でもウフ主、最終的には制限が解除されるらしいから、いずれは乗り回せるようになるわよ。そっか。その時はいつになるのやら。で、せっかくだからここで他のアップデート情報についても教えてよ。私が知らないこととかありそうだし。そうね、ストレスを軽減するタバコあるでしょ？あれ、船に煙が出るようになったらしいわ。リアルになったわね。そうなんだ。でもタバコ吸いながらガソリン入れると引火するのは変わらない。と、なもん当たり前でしょうが。他の情報は？コンビニを宣伝する仕事が新たに追加されたらしいわ。楽しみね。なるほど。あとは、空燃費の計算が変わったらしいわよ。どうやら回転数によって変わるみたいね。あとはヘッドガスケットが壊れると排気ガスが白くなるように変更されてるわ。結構細かい部分よね。この辺りは、他には、コンビニ前に出没する2台の危なっかしい野郎ども、あいつらは毎日毎時出てこないようになったらしいわよ。これまでだといくらなんでも常駐しすぎよね。あとは組み立てるあの車のオーバーヒートを減少したらしいわ。うつ主、オーバーヒートしまくってたんじゃない？どうせ。いや、どうしてわかったの？やっぱね、ちゃんと冷やしときなさいよ。パソコンと同じで熱くなるんだから。車も、さて、その他には汚水処理のトラックの吸い取りポンプがエンジンの回転数によって影響されるようになったわ。あとはプレイヤーに体重の概念が追加されて、2つ目の寝室に体重計が出てきたらしいわよ。ちょっと気になるわね。なんかさ、今回のは実に様々な変更点があるよね。まだまだありそうで楽しみだな。それで、他にはどんな変更点？嘘でしょ。一体、何が？いやこ
んなところで終わってたマルカッツの。まさかバスが後ろから追突してくるなんてね。あんな大型車両に勝てるわけないわ。見事にデータが消えちゃったね。まあ仕方ない、もう一度免許をもらおう。そんなたやすく免許がもらえるってここの国はどうなってんのよ。大丈夫、私の場合は特権でいくらでももらえるから。その考え方はおかしいわよ。免許1枚ください。映画のチケット買うみたいな感じになってないかしら。ってあれ？ナンバーが違うのね。今回は363万268だけど、1枚目の時は984万446だったわよ。まあそんなわけで、動画の面白さを求めるべくパマですはオンでいきましょう。転生して再び私は生まれましたよ。こいつ大丈夫かしら？頼むから真顔でツッコミ入れないで。どうせなら睨んでよ。まあいいや。で、さっきなんだけどさ、移動中に喉が渇いていたからキッチンにあるビールケースを持っていこうかなって思うんだよね。ちょっと待って、冷蔵庫に牛乳入ってたでしょ？あれ持っていきなさいよ。霊夢。冷静になって考えてよ。喉乾いているのにビールケースの中に入った15本のビールと1本だけの牛乳。多く飲めるのはビールでしょ。じゃああんたも冷静になってみなさいよ。運転中にビール飲む気じゃないでしょうね。飲酒運転なんかしようとしてんじゃないわよ。何言ってるの？そんなことしないよ。ついてから飲むの。何もなくて死んじゃうなんてことがないように対策を取るだけだよ。ならいいけど、飲んだら直ちに路肩に止まってもらうからね。まあでも、着いた時にコンビニが空いていればそこで牛乳とかも買えるから問題ないでしょ。特に今回は準備してすぐに出発するから多分間に合うんじゃないかな。トラクターの速度が問題だけどね。じゃあサクッと準備して向かいましょうか。大丈夫かしらね。事故らなければいいけど、飲酒運転しようとする方がよっぽど事故りやすいと思うけどね。とにかく、絶対飲まないのよ、運転中は。あと、ガソリン缶を忘れずにね。そうだね。トラクター動かして一度家の前まで行こうかな。ってね、思うんだけどさ。大抵このゲームの乗り物のフロントガラスって汚いんだよね。だからガラスいつも割って運転してるんだよね。トラックと青バンに関しては。やったバカでしょ。あんた。でもまあ、それももうできなくなるわよ。いや、やりたくなくなるわね。きっと。それはどういう？つまり、フロントガラスを割った状態で高速運転すると、前のアップデートで脅威になった蜂があんたの顔めがけて襲ってくるわよ。これでフロントガラスのありがたみと存在感を増したってわけね。うわぁ？でもね、意図的に割ろうとしなくても割れちゃうことがあるんだよ。衝撃で、怖いよね。それ、だからこそ安全運転が大事なのよ。気をつけなさいね。どんどん駆逐になってるわよ。このゲーム。組み立てる車のタイヤも蜂の管理下に置かれてるし。しかもそのタイヤは車検に通らないし。ほんとだよね。でもさ、蜂って夜は活動しないんだけど、夜にフロントガラス割って運転してても襲ってくるのかな？だいたい、真っ暗な夜に運転なんかしないでしょ。あ、それもそっか。そもそもの話、夜に活動する気にはならないね。このゲームは、さて、じゃあガレージからガソリン缶を取って買い出しに今度こそ出かけよう。あのガソリン缶に入れておけば車の組み立てをした時にすぐに動かせるわよね。あとウプ主、買い物袋の開封と車両で寝るとき、フロントガラスを割るときは2秒間の長押しが必要だから気をつけなさいね。そして、このゲームにもストーリー性があるらしく、エンディングとかあるらしいわよ。了解、ますます楽しくなってきたよ。続きは次回。